こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの風の月見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は今朝丸まみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあまみさんについて自己紹介をお願いします。鎌倉でオーダー製の花やマロンをしております。今朝丸まみと申します。鎌倉に引っ越してきて2年弱で、今はここにいるんですけどポーチギーズウォータードッグっていう犬種の大きな犬とパートナーと3人で暮らしています。お名前はウェスです。ウェス。はいこちらにいらっしゃるんですけど、というわけで、今回紹介していただくこちらのご自宅が 1SLDK ということで、だいたい何平米何畳ぐらいお部屋はあるんですか？今いるリビングダイニング、ダイニングリビングが16畳ぐらいで、キッチンが4畳ぐらい、あと寝室が7、8畳ぐらいです。はい、というわけで、なかなか鎌倉のご自宅紹介する機会がないので、そういったカルチャーも含めてちょっと紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初こちらリビングのダイニングテーブル周りから紹介をしていただきたいなと思います。こちらのリビングのコンセプトはどんなコンセプトのお部屋でしょうか？引っ越してきて2年ぐらいなんですけど、最初はブルー、ホワイト、あと木とアイアンみたいなものでまとめていたんですが、最近ちょっと色が増えてきてコンセプトがもうない感じですね。好きなものを今はいろいろ詰め込んだ部屋になってます。雰囲気は前と全然また違った、全今お部屋なんですね。然全く違います。はい。じゃあ早速ちょっとテーブルの方からお伺いをしていきたいんですけど、どこで購入されたものでしょうか？譲っていただいたもので、前の方のオーダーメイドで大事に使われていたものを譲り受けました。実際今見てても木の状態というか、そうですね、すごいいいヴィンテージのテーブルっていう感じはしますよね。普段はここでは何をされてることが多いですか？ここでは結構広いので半分半分で使ってることが多くて、こちらはコンセントも近いので、お仕事をする時にこっちは使って、こっちがダイニングテーブルみたいな感じで食事をする時に使ってます。はい、なるほどね、分かりました。そしたらじゃあテーブル上の大きなお皿ですか？どちらのものですか？これは実家から持ってきたものなんですけど、多分実家では食べ物を入れて使ってたんだと思うんですけど、インテリアとして使った方が可愛いかなと思って、今はこまごましたものをポンと置くように置いてます。じゃあ普段はなんかいろいろここは物が入れ替わり、ごちゃごちゃ置いてある感じですね。はい、分かりました。あとそしたらじゃあ椅子が2脚ここにあると思うんですけど、こちらの椅子についてもちょっとお伺いしてもよろしいですか？はい、こちらの椅子もパートナーの前の会社の方から譲り受けたもので、マジスっていうイタリアの家具ブランドのもので、お高いものだと思うんですけど。マジスチェアとか聞きますもんね。これじゃあ2脚偶然というかたまたま譲っていただいたんです。たまたま幸運なことに譲っていただいて、今大事に使ってます。どうですか、座り心地とかは？結構重くて、でも背もたれがついてるので座り心地はいいです。長時間お仕事だと座っていることも普段は多いんですよね。そうですね、多いですね。それでも座り心地は長時間でも長時間となると痛くなってくるんで、クッションを引いてたまに使ってます。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと奥の方に行こうかなと思うんですけど、奥はサーフボードだったりとか、そういったものが置いてあるようなスペースですか？はい、サーフボードはパートナーの趣味で置いてるんですけど、私は全くできないのでちょっと飾ってるだけです。海も近いですもんね、鎌倉だと。そうですね、ここから海まで10分ぐらいなんで。なるほどね。そしたらじゃあこちらの手前側にある植物についてのお話をちょっとじゃあお伺いしようかなと思うんですけど、結構植物はお好きでいろいろ集められたりもしてるんですか？はい、集めてます。ちなみにこの植物は何ていう植物ですか？これはコウモリランで、植物屋さんで偶然出会って購入したんですけど、ちょっとこの辺傷んでるんですけど、日光浴中にいろいろとあって、はい。
あとはこちら下に積み木みたいなはい幾何学模様の木のボードみたいなものが、こちらは何ですか？私が作ったものなんですけど、はいはいはい。ホームセンターで花材の詰め合わせみたいなのが売ってあるんですけど、それを袋いっぱい詰め込んできて、それで組み合わせて色を塗って作りました。アート作品みたいなあ、そうです、感じそうです。ですかね。はいはいはい。はいてっきりおもちゃみたいななんかあるのそうかなですね。思っちゃいました。そうだったんだ。はい。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあ後ろのライトについてお伺いをしたいんですけど、こちらのライトはどこのものですか？これは IKEA で5、6年前に購入しました。ちょっと今壊れちゃって、ここから上が下にしか角度がつけられないんですけど。でも下は下でなんか可愛いです。そうですね。光がいい感じに当たってくれるので。はいはいはい。でも今新しいのを探しあ、そうなん中で。ですすね。なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてこちら雑貨だったりママイさんの好きなものが置いてあるようなスペースを紹介していただきたいなと思うんですけど、まず、今使ってらっしゃるルームスリッパということで、これはどちらのものなんですか？これは無印で買いました。こんなの出てるんですね。はいすごい。私も通り過ぎようとしてたんですけど、これ見つけて戻ってきて即買いました。お部屋の雰囲気にもすごい合ってるそうですね。ものですね。履きやすくて夏はいたりです。なるほどね。はい。そしたらじゃあこちらのねスペースちょっと紹介していただきたいんですけど、はいお好きなものが置いてあると思うんですけど、どういったものが多いですか、この辺りは？結構自分でいろいろ作ったりするのとかも好きなので、この辺は自分で作ったものとかなんですけど、こっちはヴィンテージの壺とか植木鉢とか花瓶とかですね。はい。あとラグとか布系も好きでちょっと置いてます。なるほどね。ちょっと順番にお伺いをしていきたいんですけど、まずこちらの棚からちょっとお伺いしていきたいんですけど、この木の棚自体はどちらで購入されたものですか？もともとホームセンターで木材買ってきて靴箱を作ろうと思ってたんですけど、結局作らず、その余ってるので棚を作りました。DIY です。DIY だったんですね。お部屋の雰囲気にも馴染んでて。はい、そうですね。ちなみにどのぐらいのお時間をかけて作られたんですか10分組み立てるのは10分ぐらいで、塗るのに結構時間がかかって1時間ぐらい。こういう DIY とかはお好きなんですか？好きです。あ、そうなんだ。じゃあ結構他のところにもそういったものはあったそうりとか。ですね。はい。割となるほど。やってます。はいはい、わかりました。そしたらじゃあまず上の段からちょっと順番に行きたいんですけど、まずアート作品が左側は置いてあるっていう感じですか？はい、これがコラージュみたいなものなんですけど、よく見るとこれ押し花のピースを使ってて、で私お花のお仕事をしてるので、余ったお花を押し花にしてこういう感じでアートピースを作ってます。こういうものは、先ほども出てきましたけど、ご自身で作品みたいな感じで趣味でというか、お仕事で作ったりもすること多いんですか？趣味で作ってるんですけど、後々何かお仕事につながればいいなと思って。はいはい、なるほどね、わかりました。奥のはどなたかデザイナーさんの作品とかですか？そうですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、グラフィックデザイナーさんの作品で、なんかクリアファイルになってたんですけど、それ色が好きで額縁に入れて飾ってます。わかりました。そしたらそのままお隣は香り系のものがあるって感じですか？そうですね。じゃあこの辺りもちょっと順番に紹介していただければなと思います。これがザラの香水ですかね。結構ザラの香水は安いので買って気分転換にシュッシュッシュッともう惜しみなく使えるので、ルームフレグランスとして使うことが多いです。ちなみに香りはどういった香りがしますか？これは甘い感じですね。香りも強いので、こもった時とかひどい匂いがする時に使ってます。続いて、はい、これがウペポっていうルームフレグランスで、パートナーの一緒に働いてる方がプロデュースしたルームフレグランスで、これを一瞬パッとしたら旅先の風景とかを思い出せるようなっていうのをコンセプトに多分作ってあって、これは地中海の夕日を思い出させるような香りらしいです。他にも何種類か匂いは展開されてるんですか？そうですね。そうなんだ。はい、これはベルガモットみたいなすっきりした香りでした。ありがとうございます。あと奥の一番大きなこれがメインのお部屋の香りですかね。クルティっていうブランドのフレグランスですね。
これはどんな香りのもこのなんですれはか？ローズって書いてあったんですけど、ローズっぽくない、ここまでローズっぽく甘ったるくない洗練された香りで、海外みたいな、はい、パートナーが選びまあ、しそうなんですね。結構パートナーさんもこういう香り系お好きなんですね。た。私より多分香り系大好きで任せてます。はいはい、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあそのまんま隣の方にスピーカーがあると思うので紹介をしていただきたいなと思います。はい、スピーカーは坊主ですね。すごい、これ結構商品としてはすごい音がいいものですよね。いいですね。はい。ここにプロジェクター映してみることもあるので、その時とかそうじゃない時は音楽かけていい音で聴いてます。はい、ちなみにおいくらぐらいこれは3万か4万か5万か、はい、結構そうですよね。はい、そのあたりだったと思います。お隣のやつもスピーカーですか？はい、これスピーカーなんですけど、サウンドコア、はい、Amazon で見つけたんですけど、これは主に外出した時とか車の中で聞く時にこれを使ってます。じゃあ音楽もお好きなんですね。そうですね、テレビがないので、あー、なるほど。はい、流してることは多いです。どういうジャンルの音楽が普段お好きですか？邦楽はあまり聞かないんですけど、洋楽でおすすめに出てきたものをそのまま聞いてます。あ、そうなんですね。なるほどね、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ下の段に行きたいと思うんですけど、はい、まず下の段花瓶がたくさんあると思いますが、花瓶は結構お好きなんですか？仕事柄使うこともあって、プライベートでも好きで集めてたりします。ここに置いてある花瓶はお気に入りのものたちって感じですかね？そうですね、お気に入りのものたちです。この辺りの花瓶はどちらで購入されたとか覚えてますか？ほとんどヴィンテージですね。なんか新品で買うことはあまりなくて、ヴィンテージショップに行った時に出会ったものとか、旅先で出会ったものとかが多いです。お店問わずフィーリングでそうですね、入って買うみたいな。フィーリングが多いです。結構はいなんかどこが好きというか、出会ったらその時に買っちゃうって感じです。はいはいはい、なるほど、ありがとうございます。そのまんままたお隣にパロサントがあると思うんですけど、あと下の器というか、ね、紹介していただきたいんですけど、これはどちらのものですか？私がやってるオンラインの花屋で販売してるものです。はい、仕入れて売ってます。どんな香りのものなんですか？ウッディ系のすっきりとした香りで、割とこの辺の香水とかフレグランスが甘めだったりしっかりしたものが多いので、こっちは爽やかに行きたい時とかすっきりしたい時に使ったりしてます。なるほどね。下の器がすごい可愛いですね。これもマローの方で売ってるんですけど、モルタルで型を取って作ったパロサント用のトレーですね。これは今も販売されてるものですか？はい、これは販売してます。じゃあオンラインショップをチェックすれば購入できるものということで、ぜひじゃあチェックしてみてください。はい。そしたらじゃあまたお隣に顔が入った箱、これは何の箱ですか？これはアンド・ザ・フリットっていう広尾にあるフライドポテト屋さんのギフトの箱なんですけど、これはいただいたもので、箱があまりにも可愛くてそのままペーパーアイテムとかを入れるのに使ってます。もともとは何が中に入ってたんですか？お菓子のフライドポテトの詰め合わせで5種類ぐらい入ってて、ものすごい美味しかったです。はい、贈り物とかにおすすめのお店です。はい、ありがとうございます。続いてこちら植物だったり、鏡だったり、ここはなんかどういったスペースになるんですかね？ここは一番日当たりがいいので植物コーナーになってます。じゃあ早速植物からちょっとお伺いしたいんですけど、ここはざっと何の植物が今は置いてあるんでしょうか？ここはモンステラで、こっちがユーフォルビアで、これがちょっと名前が思い出せないんですけど、はい、3種類かかってます植物とか普段どういったところで購入することが多いですか？植物屋さんに行くことが多くて、あとはお花の仕入れの時についでで見て、なんか惹かれたものとか隅でかわいそうにしてるものを買って持って帰ってきてます。なるほどね、ありがとうございます。あと鉱石とか石もこれなんか普通にあれですか？近くの海に落ちてたもので、ウェスがこれを加えて家まで帰ってくるんです。でもセンスがいい石を
チョイスしてきましたね。ウェスが集めてます。ベースが集めてるんですね。あとこちら置いてあるテーブルもすごい可愛いなと思うんですけど、ドイツのヴィンテージでヴィンテージショップで偶然見つけたものなんですけど、結構安くてお手頃で。だいたいおいくらぐらいで購入されたものなんですか？5000円ぐらいですかね。はい、なんか掘り出し物みたいな感じでお得に買えたんで、はい、なるほどね、ありがとうございます。はい、そしたらそのままお隣に移って、こちらのトートバッグ、これは模様ですか？これは IKEA なんですけど、はい、5年以上前に買ったもので可愛くてずっと愛用してます。これで普段お出かけ行ったりとか、そうですね、そういった時に使う感じですかね。わかりました、ありがとうございます。このまんまソファー周りもちょっと紹介していただこうかなと思うんですけど、まずこちらのソファーはどこで購入されたものですか？某コンセプトのソファーで、これもいただき物ですこれはどうですか？座り心地とか。これかなり座り心地よくて、休みの日とか家にいる時はここで過ごしてます。ベスもここに乗ってくつろいでます。なるほど、ありがとうございます。そしたらあとはクッションカバーも模様がね結構可愛いと思うんですけど、この辺も何か意識されてセレクトはしたりされてるんですか？そうですね、この無地のものは結構前からあったもので IKEA なんですけど、この色味に合わせて最近これを購入しました。ウニコですね。これは一つだけこうポイントみたいな、ポイントカラーみたいな感じで使ってるということで、ありがとうございます。はい、続いてじゃあこちら最近タフティングですか？はい、ハマってらっしゃるということで、なんか始めたきっかけみたいな何かあるんですか？きっかけはもともと織物とか布とか好きで、海外の動画とか見てる時にタフティングを知って自分でガンとか取り寄せてやってます。ちなみに今はこれは何を作ってらっしゃる？今これは本当にもうただの練習で試し打ちを今しまくってるって感じですかね。タフティングとかってご自宅でやるのにセットアップでだいたいどれくらいの予算感で何が必要でいろいろ買ったりされたんですか？この木枠は手作りで、ネジとかこういう金具とかでだいたい5000円ぐらいですね。であとこの下地の布とか糸とか合わせて、だいたい1万円ぐらいで、タフティングガンも1万5000円ぐらいするので、結構初期費用はかかる感じかなと思います。なるほどね。じゃあゆくゆくはこうご自身で作ってお仕事とかもみたいな感じできたらいいなと思い始めてます。こういう布製品というかブランケットだったりも好きだったんですか？大好きで、これはなんか沙織織っていうんですけど、日本発祥の織物で、こういう織り機を使って織るんですけど、これは妹が作ったんですけど兄弟でこういうのが好きで、これは大学生の時、私が大学生の時ぐらいで、そこからなんかいろいろ集めたり自分でやったりしてます。ありがとうございます。はい、続いてじゃあちょっと寝室の方を案内していただきたいんですけど、はい、こちらへ。はい、こっちがキッチンになってます。で、洗面とバスルームですね。寝室です。はい、ということでここからちょっと寝室を紹介していただきたいなと思うんですけど、まず寝室のコンセプトみたいなところ、なんかどういった雰囲気にしたかったみたいなありますか？何か。ものすごいシンプルにしたくて、のベッドカバーとか使ってるんですけど本当は白とかベージュとかそういう雰囲気でまとめたくて、この下のラグをちょっと目立たせる感じに本当はしたかったです。なるほどね。今ねちょっとラグのお話とかも出たのでお伺いしたいんですけど、畳っぽいラグなんですかね？これは。いぐさのラグで、後ろはこういうフェルトみたいな感じなんですけど、気軽に敷きやすい畳みたいな感じですね。じゃあ素材もすごいいい素材というか。そうですね、質感というか肌触りみたいなのを気にして買ってます。だいたいこれおいくらぐらいで購入できたんですか？これは楽天で8000円ぐらい。お買い得な感じだったんですね。なるほどね。お買い得でした。あとはじゃあ軽く今ベース君ねちょっとゆっくりしてるけど寝具だったり、なんかベッド周りのお話もお伺いしたいんですけど、どこでパブリック系買ってるみたいな、なんかあったりしますか？これは無印で買いました。これも肌触りがいいのとですね、他の枕カバーとかは IKEA で急遽揃えた感じです。あ、そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとそのまま奥に行きますか。結構ね洋服がたくさんここはあると思うんですけど、ファッションはなんかもともとお好きだったんですか？
そうですね、もともと古着とかが好きで集めてたり行ってたりしたんですけど、海の近くに引っ越してきてまとうというよりもうリラックス感重視みたいな感じになってきてるので、ここに今かかってる洋服はじゃあ生き残ったメンバー、生き残ったメンバーとかは普段使いしてるものとかですね。なんか洋服のこだわりみたいなのってあったりしますか？最近は着回しできるものが結構多くて、あとはコーデのポイントになるものを買ったりしてます。なるほどね、はい、なんかブランドで言うとどういったブランドがお好きとか、最近買ったものでそれこそ良かったものとか何かあったりしますか？私夏があんまり好きじゃなくて夏服もあんまり興味がなくて、秋冬は結構揃えるんですけどこの中で言うとこれですね、結構前に買ったんですけど、中目黒のアッシュっていうヴィンテージショップで購入したもので、なんかサージカルガウン、もともと手術着だったものをリメイクしてあるものになります。閉じてきてもワンピースみたいになるし、こう開けてきても雰囲気が変わって活用してます。手術着なのに柿色っていうのがまた不思議なアイテムですね。ありがとうございます。はい、ということでまみさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからは軽くちょっとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、まず最初にこちらの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですけど、どんなところが決め手で今住んでらっしゃるんですか？ここは古民家平屋で庭付き、駐車場付き、ウッドデッキ付き。あ、ウッドデッキもついてるんですか？ウッドデッキもついてて、都内から引っ越してきたんですけど、夢の鎌倉ライフっていうか鎌倉ライフが想像できて、もうここにしました。住んでどれぐらい経つんですか？住んで2年弱です。もうすぐ2年。なんか今鎌倉に住んでていいなと思うポイント何かあったりしますか？近所の人と距離が近くて、歩けば誰かに会えるみたいな海行けば誰かに会えるみたいなところと、時間の流れがゆったり。なるほどね、お部屋のちょっとお話に少し戻るんですけど、今まで住んできたお部屋と比較してみて、この平屋のだいたい70平米でしたっけ、それぐらいあるご自宅、レイアウトとか、住み心地とかも含めてどうですか？過去と比較してみて。結構変わって、この前に住んでた都内のお家はワンルームで、家具の配置がソファーだったらここ、テレビはここ、椅子はここみたいな感じで決まってたんですけど、こっちに引っ越してきてからなんかレイアウトを自由に変えれる楽しさみたいなのがあって、でワンちゃんも飼ってるので、雨の日とか梅雨の時期とかはもう家具を全部壁に寄せてここでボール遊びしたりとか自分の好きなようにできるところが気に入ってます。じゃあレイアウトも割としょっちゅういろいろ配置は変わったりもするんですか？結構変わってますね。テーブル真ん中に持ってきたりとか、端っこに逆向きにしたりとか。じゃあそういうのも結構醍醐味みたいなところはありますよね。ありがとうございます。じゃあ続いて、今こちらの住んでいらっしゃるご自宅をコンセプトじゃないですけど、そういったものを言葉で表現するとどんなお部屋ですか？古民家で柱とか壁とか、時代が出てるというか、そこを生かしたお部屋にするっていうのをコンセプトに、今ちょっと引っ越してきた当初と結構変わってるんですけど、基本的な意識としてはそういう感じでインテリア選びだったりしてます。なんか普段家具を購入する自分なりのポイントだったりとか、お好きなテイストだったり、なんかそういったものって決まってたりするんですか？そこは決まってなくて、お店も決まってないし、色も決まってないし、だからこそなんかピンときたものを、でパートナーと一緒に住んでるので、お互いがピンときたものを買うようにしてます。今はウッド系のもの、木目調のものとかが今多いんですかね？多いですね。木目調のものは好きで、なんか自然と集まってきてます。なるほどね、ありがとうございます。それじゃあ最後にまみさんの方から何かお知らせ、告知がありましたらしていただければなと思います。鎌倉を拠点としてオーダー製の花やマロをやっております。でまだ始めてそんなに経ってないんですけど、オーダーいただければいつでも何でもお作りいたしますので、お気軽にインスタからでも LINE からでもお問い合わせいただければと思います。
はいというわけでぜひ気になる方はマロはいーの方、インスタグラムだったり LINE だったり、ぜひチェックしてみてください。はいというわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはまみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。